マークがついに家に帰ってきたとき、すでに午後1時を過ぎていた。さっき、彼の SNS の投稿を見たばかりだった。あの年、彼女の方にキスをした瞬間は永遠のように感じた。さらに写真まで添えていた。写真の中では、彼の忘れられない人が車の中に座り、撮影者に手を振って別れを告げている。彼女の顔の笑みは、まるで嘲笑っているように見えた。多分、彼女は私がこの写真を見ることを知っていたのだ。多分、それが狙いだったのだ。まだ寝てないの？マークは、こんな時間にソファーに一人でテレビを見ている私を見て、少し驚いたようだった。だが、それだけだった。まるで答えは必要ないかのように、彼は見してバスルームに向かった。前回、彼の同級生時代の恋人が眠れないと電話をしてきたとき、彼は寝ることすら忘れて熱心に対応し、一晩中チャットやビデオ通話をして午後3時まで起きていた。それなのに、7年間結婚している妻には、たった一句まだ寝てないの？以外何も言わない。彼はフラット服を床に捨て、バスルームに入った。シャワーの音が鳴り始めた。私は習慣的に彼の服を拾い上げて洗濯機に入れ、ウォークインクローゼットに行ってパジャマを取り、バスルームのドアの外に置いた。これまでの数年間、私は彼に子供を産むことができなかった。その罪悪感から、私はあらゆる面で思いやりと優しさを込めて補おうとし、細かいことまで気を配ってきた。だがどうしたことか、私が思いやれば思いやるほど、彼は遠ざかっていくように感じられた。さっきの夜のように激しい雨が降っていたとき、私は嵐の中を勇気を出して彼に傘を届けに行った。彼は見して、その傘を忘れられない人に渡してしまった。2、しばらくすると、マークがバスルームのドアを開けた。私が選んでおいたパジャマを見て、少し眉を潜めて拾い上げた。なんでこれ？どれがいいの？と私は立ち上がって聞いた。今日はあなたの排卵日だろ？普段は超意識してるのに。マークは私をわかいた。答える前に彼はパジャマを着て寝室に入った。7年間の結婚生活で私は妊娠していない。それは2人共通の心配ごとになっていた。何度も医者に診てもらったが、特に大きな問題はなく、リラックスしてポジティブに考えればいいと言われた。だが7年間、彼は表面的には気にしていないと言っていたが、心の底では必死に子供を欲しがっていた。それどころか、時には私よりも自分の生理周期を詳しく知っていることがある。排卵日にはいつもペアのパジャマを着ている。それは2人の間の約束、合図のようなものだった。だが今回、私はそのパジャマを取り出さなかった。彼はその理由を尋ねる気さえしなかった。多分、私の考えなどもうどうでもよくなったのだ。彼は気にしない。だが彼の忘れられない人は、少しでも合図をすると、何でも捨てて彼女に思いやりと関心を注ぐ。長い間沈黙した後、私は寝室に戻った。腕を回して彼を抱きしめると、彼は不機嫌に私の手を払いのけた。疲れた。ちょっと離れてくれない？以前なら私は彼を取り込もうと努力しただろう。だが今回、私は何も言わなかった。静かに立ち上がってゲストルームに行った。彼は振り返って私を見た。ドアに手が届くと彼は言った。今夜は本当に疲れた。明日補ってあげる。彼はめったにこんなことを自分から言わない。だが私はすでに疲れていた、心身ともに。大丈夫だ。寝室のドアを閉めてゲストルームに入ると眠れなくなった。3. 私とマークは高校生時代に出会った。当時はそれほど親しくはなかった。私はクラス1の優等生だったが、同級生の怠け者がいつも嫉妬していて、
いじめてくることがあった。一度、彼女と仲間のダメな友達たちに路地裏に追い込まれ、金を奪おうとされた。マークはそれを見て通り過ぎ去ったが、一言だけ言った。弱い。その言葉が刺さったのか、私は反撃した。結果は予想通りだった。3人のヤクザみたいな人たちに集団で襲われたが、私は真っ先に同級生に突っ込み、顔をかきむしり、歯を一つ抜き、鼻を骨折させた。大騒ぎになった。彼女の両親は怒って学校に押しかけ、警察を呼ぶと脅した。私は恐れて震えた。マークが前に出て私の前に立ち、彼女の両親に向かった。警察を呼んでみろ。度胸があるなら。そんなことしたくないだろう。お前たちの娘が同級生をいじめ、金を奪っていることを警察に知らせるつもりか？詳細まで調べ上げられるぞ。刑務所に入るかはわからないが、退学は確実だ。彼女の両親は怖がった。マークは私の腕を掴んで引き離した。母親の子だな。こんな人たちと関わるな。一銭も払うな。遊ぶなら汚い手を使おう。私はただマークを見つめた。彼はすごく滑稽だった。彼は私を引きずって教室に戻った。一日中緊張していた。結局、彼女は戒告処分を受けた。私は校長室に呼ばれて、事の経緯を聞かれただけだった。彼女の両親は保証金を要求しなかった。マークに感謝するため、私は彼を食事に招待した。彼は遠慮することなく、私の半月分の手当を使い果たした。それ以来、私は本当に彼のそばにいたくなった。卒業する年、私は恋に点数を落として、彼と同じ大学、同じ学科に進学した。彼はそれを知ると俺に惚れてるのか？と聞いた。私は緊張してうなずいた。彼は笑った。頑固いいな。交際を始めた後、彼は容姿に気を使い始め、高い服を買い、金を浪費するようになった。よくお金が足りなくなることがあった。私は彼が苦しむのを見ていられなくて、貯金を詰めて彼を食事に連れて行った。後に私は妊娠した。二人は何も知らなかった。医者に診てもらうと、子宮外妊娠だと判明した。二人は恐怖に襲われた。マークの父親に会ったとき、私はマークが裕福な家庭の出身だと知った。病院では彼の父親は冷淡でどう処理するか考えていた。マークは迷いもなく私の手を握った。お父さん、この人と結婚する。反対するなら一生独身でいる。他の誰とも結婚しない。彼の父親は驚いた。本当に？マークは私の手を強く握った。もちろん疑いの余地なく。その瞬間、彼は私のすべて唯一の存在だった。結婚3年目、私は彼を抱きしめて泣きながら聞いた。もし私が子供を産めないとしたら？嫌いになる？彼は迷いもなく言った。永遠に愛してる。当時は幸せだった。マークの父親が病気になり、彼が会社の CEO を継がなければならなくなるまでは、彼はだんだん遠ざかり始めた。私は彼の冷淡さは、彼の中に深く埋もれている覇気あふれる CEO の遺伝子の一部だと思った。だがその後、彼は忘れられない人に再会した。彼が彼女に対する態度を見て、私は彼が単に冷淡になったのではないことに気づいた。7年間結婚して物事が変わったのだ。彼はもう私をそれほど必要としなくなった。私の感情や考えなど気にしなくなった。そして私も彼をそれほど必要としなくなったようだ。二人はお互いに手放すことができるようになった。今のように別々に寝てもお互いがいなくても大丈夫そうだ。
4. 翌日、私は朝寝坊をして、ぼんやりしているとすでに午後9時を過ぎていた。仕事に遅刻だ。ベッドから飛び起きてゲストルームの外に出ると、マークも仕事に行っていなかった。キッチンで料理をしていた。彼がキッチンに入るのは少なくとも3年ぶりだった。彼が料理をするなんて聞いたことがない。起きたの？マークは私を見て鶏肉のお粥をテーブルに運んだ。ちょうど朝食の時間だ。いけない。仕事に遅刻する。私は慌てて歯を磨き、出かける準備をした。急ぐ必要ない。すでに病気休暇を申請した。マークの言葉で私は鏡の前で動きを止めた。彼は私の後ろから近づき、腕を回して肩に顎を預けた。ごめん。昨日は忙しくて30歳の誕生日を忘れてしまった。今日補ってあげると約束したから。心の中では冷たく彼の腕を腰から外す姿を想像した。昨夜、彼の手を払いのけたように。簡単にできると思った。だが私は動けなくなった。朝食の後、マークは私に車に乗るように言った。助手席に座り、サンバイザーを下ろすと、数枚の写真が落ちてきた。拾い上げると、マークと彼の忘れられない一皿の写真だった。一枚の写真では、サラは唇を突き出してマークの方にキスしようとしている。唇は彼の顔にほとんど触れていて、マークは笑っている。去年、彼の会社の研修旅行に私も同行した。私も同じような写真を撮ろうとしたが、彼は不機嫌に私を押しのけた。ここは公共の場所だ。ちょっと体裁を気にして。少し距離を保て。マークは私が写真を見つめているのを見た。表情が少し変わった。見ることないだろ。ただ同僚同士で騒いでバカな写真を撮っただけだ。車の中にバカな写真を保管してるの？私はマークに聞いた。一昨年のあなたの誕生日に一緒に写真を撮ったね。私はすごく好きだったのに、あなたは嫌いだった。すぐゴミ箱に捨てた。そう？マークは私を見た。覚えてない。車をゴミ箱の前で止めた。マークは私の手に持った写真を見て、目に少し和しそうな色が浮かんだ。だが彼は言った。捨てて。こんなもの気にしない。この写真、かわいいじゃない？なんで捨てるの？私は写真をサンバイザーの後ろに戻した。マークは私を不思議な目で見た。まるで以前の私ではないかのようだ。多分、そうだった。以前なら、質しただろう。マークは私を意地っ張りだと責めただろう。